今回のリフォームは瓦屋根の吹き替え工事です。すんごいたるきだ。工事が完了するまでにはいろんなことがあります。単なるミスもあれば、良かれと思ったことが裏目に出ることも。さて、今回はどんなやらかしが待ち受けているのでしょう。まずは工事前準備です。まずこの段差だね。これはあれだな。ちょっと無理だね。屋根工事をするにあたって、この波板の上を行き来できるようにしておかなければなりません。動物を敷いて、うん。で、その上に合板並べて僕のとこ一時的に波板を取り外すこともありますが、今回は何かと大変そうなので、できれば触りたくありません。ということで、銅縁を並べ、波板の上に合板を乗せて足場を作ることにします。瓦屋根を縦平吹きの板金屋根がぐるりと取り囲んでいるというちょっと複雑な作りなので、足場が立てられません。というか、必要ありませんね。工事中何往復もするであろうこちらの段差にスロープを作ります。以前小型の重機用に買ったラダーがここで活躍するとは。これらの仮設作業は工事を始める前の大切な準備です。あ、ちょうどいいね。おっしゃ。後張り？歩き交換できないな。今回の屋根替えの目的は屋根を軽く丈夫にすることです。屋根の状態を実際にめくってさ。よいしょ。施主様のご希望では既存のたるきが細いので太い材に交換してほしいとのこと。ですが、たるきを交換し、さらに太さも変えるとなるといろんなところに影響が出てきます。土を取り、杉皮をめくります。その下にフェルト、路地板が張ってあるという構造です。実際にこれらの屋根の一部をめくって、既存のたるきの寸法や間隔、そして屋根裏の状態を調べます。リフォームしてんのかこれ。過去に直しとるな。裏にめくれてきたからなんかもう一発いってない？軒こっちだけ張ってる。部屋で余計めくれんな。たるきは。ケラバ部分の軒天は建築当時のままのようです。たるきを変えたいっていうのはおせっさんのご意向です。そうです。それはなんで？遅いから。うわ。たるきかきしてないのかな。たるきかきとは、たるきを乗せるためにもやに施す敷地のことを言います。どうやらこちらの屋根はたるきかきは施されていないようです。102寸やな。たるきがちゃんと一定の間隔で入っているかを確認します。102寸ピッチで入ってるけど一応。その次やな。一尺二寸、つまり6尺の長さを5等分するピッチでたるきが入っています。では、たるきの高さはどうでしょうか。45で言ってくれてるから。40とかあるからね、たまにね。45か。この工事の悩みどころを整理しましょう。今回の屋根は下地となるたるきに45ミリ角の材料が使われています。
瓦の屋根を支えるにはとても細く、強度を出すために60ミリ以上の垂木に交換したいというのが施主様のご希望です。では、そもそも交換が可能なのでしょうか。垂木の高さを変えるということは、単純に破風や花隠しの高さも変える必要が出てきます。さらに、軒天材が垂木に直接貼られている場合は、軒天の張り替えも必要になります。ですが今回、軒天を張り替えるには、この波板を外し、足場も組まなくてはなりません。では、どうするのか。そこで今回は、既存の垂木を残したまま、間に同じ太さの垂木を追加することにします。細い分、数で強度を出すことにします。瓦屋さん落ちないこと思う？はい。瓦を撤去する日まで数日あるので、応急的に防水シートを敷いておきます。おいよ。めくった瓦を戻します。土を取ったのでガタガタです。この後瓦を撤去する職人の皆さん、一番通る場所をガタガタにしてすみません。すごく調子悪いな。瓦撤去のタイミングで今年最大級の大雨の予報が出ました。できれば延期したかったのですが、瓦屋さんも職人さんを集めている都合上、日を改めるのは結構大変です。予定では野地板もめくってもらうはずでしたが、ここまで持ちこたえた天気も夕方から大雨になるとのこと。野地板をめくってしまうと、ブルーシートに雨が溜まってしまうので、この日は野地板を残し、厚手のブルーシートを重ね張りして、大雨に備えて入念に雨対策をしたはずでしたが、やらかしました。こちらの水切りのわずかな立ち上がり部分が雨水をせき止め、ブルーシートに水がたまり、まるでプール状態に。ビス穴から水が家の中に入り込んでしまったようです。すみません。床は大丈夫かな？増築部分の天井から結構な量の水が降ってきたとのことでした。施主様は、まあこういうこともあるわな、とおっしゃってくださいましたが、漏れたのがもし隣のリビングだったら、もっと大変なことになっていました。重い気持ちを切り替えて材料を搬入します。頭ぶつけちゃった。道路側は電線が邪魔をしてクレーンが使えないので、裏の道路からすべての材料を人力で運び込みます。昨日の大雨が嘘のような猛暑が突然襲ってきました。木材を積んだトラックからの距離は40メートル以上あります。そこがね、あ、すごい。さすがに力持ちの材木屋さんも、この暑さの中、この距離を何往復もするのはきついようでした。ここまで来ると4はきついと思います。距離で。急な暑さに体がついていかず、たった6本の垂木を2人で運びます。左曲がれるなら曲がっていいよ。
材木屋さんは一人で黙々と運んでいましたが、めっちゃ暑いね。やば。この暑さやばいっしょ。何度だろう今日。湿度高めの35度。いや、なんだろうね。はい、おはようございます。今日、屋根替え工事です。大工さん4人来てもらったんで、大工さん4人と私で1日で終わらせます。やっていきたいと思います。これ見えたら乗りの上乗るやつ一番怖いわ。そこの件が。どれやろ？これもやで。よっしゃ。滑りそう。怖っ。まずは野地板をめくるところからスタートです。上から下へと板をめくります。逆だと板の回収が面倒になります。すごい。こうやってめくるのは。いやいや。ああ、ひょうがたさんこうやってさめくらせる。俺よくめくったもん。今日のカズさんは手元作業と現場の監督さんです。ひろしさんが壊した板を置いたままどんどん壊すので、カズさんが足場の悪い上まで登って全部回収していました。カズさんが何も考えずに板をトラックに放り投げるので、こんなもんすぐいっぱいあるやん。ひろしさんが全部積み直してくれました。そして水谷さんが釘を踏み抜いてしまいました。じゃあ思いっきり叩かなあかんで痛いぐらい。痛いで嫌や。ほんと血が軽いねサインが。あ昔から何個上俺も叩いたよ。叩いたやつが叩かれた。だからここにさ、一寸かインゴか。プチ大工会議が始まりました。このままやとこうやってなってまうで。本当はまっすぐ立ったのが一番いいんやけどな。あ、そうでねえんか。今日のところはそうやってやって、コンパネ貼るっちゅうやで広5枚も用意してないやろ。もう一段上がるから12ミリ。あ、針葉樹をここまで伸ばしてくるのかかそうそうそう。新40の小口からこれ止まるで。止まるって。最悪後でも跳ね隠して足せるしさ。そうしよっか。それじゃあそのことで。三寸か三寸。すんごいたるきだ。こうやって見ると確かに頼りなく見えますね。このたるきはあかんな。取り外したくなります。今回用意した新しいたるきは4メートルと3メートルの45ミリ角。4メートルの材では少し届かないと思っていたので、3メートルの材と4メートルを半分にしたものをもやの上で継ぐ予定でした。実際解体してみると、少しの隙間を良しとすれば4メートルのたるきがギリギリ届くことが判明。ロスを少なくして良い仕事をしようとしたカズさんでしたが、裏目に出てしまいました。3メーターと1500みたいな感じで見てるね。既存のたるきの間隔は1尺2寸なので、間に入れるたるきは6寸間隔となります。
割りのところだけ。割りのとこだけは取ってない。そうか。割るとこだけ流し込まれちゃう。大工さんたちがそれぞれ好き放題話しているように聞こえますが、作業しながらも全員お互いの言葉をちゃんと聞いているようです。合板の継ぎ手が来る箇所に4メートルの材を使い、それ以外は3メートルの材を使って並べることにします。この板金を生かすのか、ハサミで切るか、折り曲げたのか。どっちにしてもこれはいらんってことだよね。カズさんがいろいろ考えてるうちに作業はどんどん進んでいきます。直すだけでええよ。これからロック。だんだん伸びてきてるもん、こっちは。ふうさん、こっち切ったもう。ひろしさんが面白いノコギリを持っていました。むずい。むずいやん。曲げやんといてよ。ちょっと木は狙いすぎたね。これ余計大変や。当たるかなと思って。まっすぐ引いたら。そうやな。ね。西面でこっちやな。こうやな。わかった。3メーターをドシンで切れば届くやんね。3010あるよ。3メーターは990。あ、おっとるおっとる。その角度で俺さっき全部どこから聞いてないけど。ゼロに作ってたシーン撮ったの。カズさんはたるきをこの角度で切る定規を作っていましたが、動画も定規もお蔵入りのようです。それはそっちの方が強いと思います。違うとこ使うね。それにしても皆さん仕事が早いです。作業自体が早いというよりも判断と決断が早く迷わないので無駄がないといった感じに見えます。断熱材が入っていなかった箇所があったので、このタイミングで入れておきます。全部抜ける。木やろ。これでいいよ。飛び出た釘は合板を張る際に邪魔になるので、抜くか沈めておきます。似てますね。おかしいね。たるきの施工が終わりました。続いての字合板を貼っていきます。このもんちゃう？あれぐらい斜めやでこれ。これから5分。その外面から5分にしようかな。
本数が増えたのでちょっと大変ですが、すべての樽木に釘打ちしていきます。ちなみに今回コンプレッサーはポタ電で動かしています。バッテリーの充電もすべてポタ電を使いました。真ん中で切ればカズさんがブツブツ言いながらハフの板金を切っています。きっとやりたくなかったのでしょう。ビスの打ち忘れ発見。100個いい仕事をしていても、たった一度の失敗を確実に拾われる鬼のようなチャンネルです。これがつ見えへんわ。合板を貼り終えました。ルーフィングを貼る前に防音施工をします。こちらはビルボードという屋根下地材です。防音性と断熱性を上げるために使用します。下の合板と継ぎ手が重ならないように考慮して貼っていきます。目玉きはやってもらって。ヒロシ、あんまり前打つと出るんそうやろそうやろ。じゃあ一寸五分だけやん。やでえらい前打っとんなと思って。清水さん出とるよ前。ごめんなさい。遠慮しすぎたなと思って。ごめんなさい。抜きます。今回の屋根の仕上がりはガルバリウム鋼板の縦平葺きです。当初は横断ルーフのような横葺きの金属屋根にする計画でした。ですが、横葺きの金属屋根には断熱材が入っているため、ソーラーパネルを乗せるとへこみが生じてしまい、適さないとのこと。その後、軽量瓦も候補となりましたが、いろいろあって却下となりました。雲行きが怪しくなってきました。雨が降り出す前に
ルーフィングまで張ってしまわなければなりません。あ、誰か水持ってる。初めてこれが役に立ったの。これのコードがないっていうのが、恩恵を受けた。これまであまり好印象でなかった充電式無線連動集塵機ですが、やっとヒーローになれました。ルーフィングに差し掛かりました。あと一息です。遅いね。ゆるふわ系大工の社長がテキパキ系大工さんにぼわれています。ギリいけるかどうか。そう。ギリや。16時43分に。ただちょっと板金をさせるために、板金の仕上げがまだかかりますので、無地で止めておきます。なんとか終わりました。板金屋さんにバトンタッチです。なんとか雨が降る前に作業終了です。夜中に雨が少し降ったので、赤外線カメラで雨が漏れていないか確認しています。屋根を拭くまで心配なカズさんは、タッカーで留めた箇所すべてに防水テープを貼っていました。もう二度と同じ失敗を繰り返すことはできませんからね。このチャンネルの影の立役者、頼もしい板金職人さんが綺麗に仕上げてくれました。屋根リフォームの際の複雑な雨じまいをいつも見事に仕上げてくれます。今回の吹き替え工事によって屋根が丈夫になり、約2800キロ軽量化されました。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。